皆さんこんにちは。当チャンネル株式投資データ分析ラボではマクロ経済、投資環境、銘柄分析など投資に役立つ情報をデータ分析の観点からご紹介いたします。さて今回の動画のテーマなんですけれども、1月末から2月にかけて約1ヶ月間たくさんの銘柄が決算を発表しました。トピックスの構成銘柄数2100社以上ある中で、この1ヶ月四半期決算を出した銘柄は実に1800銘柄以上となりましたけれども、個々の銘柄の業績に非常に注目が集まっている環境の中で、決算が出たことによるサプライズの株価変動、ここまでは前回の動画でもご紹介しましたけれども、大きく株価変動が起きた銘柄と高配当の銘柄、この2つの要素を併せ持つ銘柄に対する投資というのを分析していきたいと思います。また決算によるサプライズと言いますと、具体的には事前に織り込まれていなかった想定以上の業績の伸び、あるいは逆に想定されていなかったような業績の鈍化というのが株価を上下に動かします。そんな中で個人投資家多くの方も参考にしていると思われる証券会社の銘柄レポート、アナリストレーティング、データをご覧いただきますと、あまり芳しくないと前回ご紹介しましたが、このデータの更新とその逆をついた注目の高配当銘柄というのを探っていきたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。今回行っていくデータ分析、大筋のイメージ図として様々な銘柄が決算を発表する中で、まず一つですね、決算のサプライズの方向性として想定以上の業績、良かった方向に伸びた場合、株価というのはそのサプライズに応じて大きく上昇しますけれども、仮にその銘柄を買おうと検討していたけれども、決算を様子見してからにしようと考えていた場合、決算前の株価よりも大きく上昇してしまった。この場合、決算前に迷っていたよりも高い値段で買うべきなのかどうか、よく急激な株価変動は飛びつくなと言われますけれども、想定以上に良好な決算を出した銘柄、株価が大幅に跳ねた場合に高い値段でそれでも買っていくべきなのかどうか、はたまた買うにあたっては手遅れなのかどうかというデータをお示しします。そしてもう一つは、そもそもこの決算を発表した銘柄に対して日本の証券会社にとどまらず外資系の証券会社も含めると実にたくさんの銘柄評価、特に大型株で行われています。ただ皆さんもご存知の通り、証券会社のバックには系列の運用機関、いわゆる機関投資家が控えている。そんな中で、あえて銘柄の評価、個人投資家向けにいいと思っていても悪い、あるいは悪いと思っていてもいいというようなレポートを出すことで、自分たちの都合のいい相場付きにしているのではないか。そういう意味では今回の決算サプライズというのはマーケットでも織り込まれていなかった部分というのが株価として現れてくるので、証券会社のアナリストが事前に正しい分析を行えていたかどうかというのが一つ試される局面だということですね。ということで今回のデータ分析、一番最初に対象としているのはトピックスの2100社以上。その中から直近1ヶ月に決算を発表した銘柄をピックアップして、その決算による株価の反応、大きく上昇したのか、あるいは下落したのか、データを取ってきます。そして想定以上に決算が良かったと株価に評価された銘柄たち、その中で高配当の銘柄というのを抽出してくる。この2つのデータを掛け合わせることによって想定以上の好業績、かつ今注目されている高配当の銘柄、これを両立したもの、さらには証券会社の思惑というスパイスも加えて、どのような銘柄が最後リストアップされてくるのかというのをご紹介する構成となっています。さてお待たせいたしました。それではデータ分析の段に入っていきたいと思います。まず1番目、分析結果の更新ということで、何の分析結果を更新するかと言いますと、前回お出しした動画、決算発表ピークの最中、約2週間前にお出ししたもの。この時決算のサプライズ、株価のデータが取れたのは約1100社程度でしたけれども、その後ですね、決算のピークを過ぎて足元でほとんど対象となる銘柄が決算を発表し、1800社を超える銘柄数となりましたので、改めて分析結果を更新します。前回どういう分析を行ったかと言いますと、業種ごとに決算サプライズによる株価変動の平均を取ります。そしてこれに相対するデータとして、証券会社の銘柄レポート、アナリストが下している評価、こちらに関しても業種ごとに平均をとって、さらにその各銘柄に対する評価の直近3ヶ月の変化幅、更新幅をこちらも業種平均でデータを取ります。
具体的にはアナリストがそれぞれの銘柄につけている評価、買い推奨であったり売り推奨というのを5段階評価、1、2、3、4、5で数値化して計算していきます。しっかりと個人投資家のためにアナリストが正確な銘柄分析、評価を行っていれば、業種平均で評価が高い銘柄が集まっている業種、これが決算サプライズによる株価変動、上がっていく方向に出るはずではないかという考えのもとの分析です。まずは左側、業種ごとの決算サプライズによる株価変動平均ですけれども、東証33業種でこちら、おおむねの決算発表が完了して、ほぼ最終結果となっていますけれども、最も想定以上の高決算を発表したのは22番の海運、続いて10番のゴムというところが平均としては他の業種よりも想定以上の高決算を発表した銘柄が集まる業種となりました。前回の動画でもご紹介しましたが、実はこの2業種、ゴムと海運という業種はアナリストレポートの評価としては最も評価が悪い2業種となっています。こちらもあらかたの決算が通過した足元までのデータを更新したグラフですけれども、縦軸が決算サプライズの大小、業種ごとに取ったものですね。今ご覧いただいたグラフ。そして横軸にはアナリストの評価の業種平均を取っています。さらにもう一つ、こちらは縦軸同じく決算サプライズの大小業種ごとにプロットしたグラフ。そして横軸には今度はアナリスト評価の直近3ヶ月更新された変化幅というのをプロットしています。ご覧いただいている近似直線、点線のグラフですけれども、こちらの係数が左側 y イコール -0.9x、そして右側は y イコール -1.03x ということで、アナリスト評価と決算のサプライズの関係性はマイナスの 0.9 から1倍かけることで導かれる。つまり、アナリストの評価がいいと公表されているものに対しては、決算のサプライズとしては下がっていく方向に結果として出ている。逆にアナリストの評価が悪いと付けられている業種に対しては、決算サプライズが良くなる傾向、ともに逆の方向に出る結果となっています。前回2週間前に約6割の決算企業数で同じ分析を行った際には、マイナス 0.7 から 0.8 という係数でしたので、さらにアナリストの評価というのは信用しない方がいいという結果の方向に更新されてしまいました。さて今の結果は後ほど使うとして一旦置いときましょう。データ分析2段目として今度はですね、情報サプライズと高配当というテーマです。どういうことをしていくかと言いますと、例えばとある銘柄の決算発表2月の6日頃に行われて想定以上に決算が良かったということで株価は上昇しています。しかし皆さん仮にこの銘柄を配当金目当てで購入するか迷っていた場合に上昇してしまった後に買うべきかどうか迷ったことがあるんではないでしょうか。長期の運用で多少の株価変動は目をつむれたとしても、こちらのグラフですと決算前後で 20% 前後の株価上昇になっている。その場合ですね、配当利回り、一つ配当金狙いで保有する銘柄を見る指標として代表的なものですけれども、皆さんご存知の通り、配当金の金額が株価に対して何%になっているかという指標になっていますね。式としては、配当金割る株価。例えば、100円の配当金を1年間もらえるとして、株価が1万円の銘柄であれば、100割る1万で 1% という計算ですね。そして株価というのが分母に来ていますので、当然ですね、決算発表後の足元の株価と決算発表前の株価、当然低い株価の時の方が配当利回りの式としては高い結果になってくる。同じ配当金100円をもらえるとしても1万円の株よりも8000円の株の方が当然配当利回りは高くなりますね。つまりいい決算を発表したことによって配当利回りの面では低くなっているかもしれない。そういった銘柄を買うべきなのかどうかというのも迷いどころの一つです。こういったテーマでデータ分析をしたいわけですけれども、この悩みに対して一つ見落としている点があります。決算発表をする際にですね、そもそも配当利回りが高めの銘柄というのは株主還元に積極的。つまり、決算が想定以上に良好だった場合は、配当金の見通しというのを高くしてくるという傾向にあるはずです。その場合は、株価の上昇との見合いにはなりますが、分子の配当金が増えることによって、配当利回りの水準としては高水準を維持してくれるはずです。どういうデータを使うかと言いますと、例えば、他の銘柄ですけれども、こういった銘柄、決算発表はこのタイミング、そして株価は上昇したわけですけれども、上がったタイミングで買いたくないなと思って仮に見送ったとします。そしてその直後にですね、やはり株価は元の水準に下がってしまいました。買わなくてよかったなと思うのかもしれませんけれども、
この銘柄、この後1週間伸ばしてみますと、こんな風に上がっていっている。狙っている銘柄の買うタイミングを迷う2つの考え方。急激に株価が変動した直後は売買を避けた方がいいというのと、もう一つは高決算を発表し続ける銘柄は持ち続けろということですね。この2つが決算直後上がったタイミングで買わない、見送る判断をするか、それともすぐに買って少しでも長く持ち続けることが重要なのか、どちらを優先すべきか迷うわけです。そもそも何が買いづらくしているかと言いますと、決算後に上がった株価で買わされてその後下がってしまうこと。ご覧いただいているグラフのように後々戻ってくるんであればいいですけれども、自分だけ高値掴みをしたくないということですね。ですので今回データ分析で採用したのは5営業日後の株価というのが決算直後の株価から上がっているのか下がっているのかというのを配当利回りのデータとともにピックアップしてきました。こちらをご覧いただくことでいかに高決算を発表した銘柄が株価底堅いかというのをご確認いただけると思います。それではデータ分析の結果ご覧いただきますと、こちらまず一番左ですね。トピックス構成銘柄2100ある中の時価総額のランキングですね。数字が小さい方が大型株、数字が大きい2100に近づくにつれて小型株となっています。そして中ほどが決算発表の日。この日をまたいで前後で株価がどれくらい動いたかというのを計算しています。そして市場全体の平均を引くことによって、この銘柄の決算サプライズの大きさというのをアルファという列で示しております。そして決算発表後の株価に対して、その5営業日後の株価が何%騰落しているかというのをもう一つ右の列で示しておりまして、最後に配当利回りの高さというのを一番右のデータにつけております。こちらのグラフは配当利回り 3.5% 以上の条件でピックアップして決算発表のアルファが大きい順に並べております。そうすると一番右側の列、配当利回りをご覧いただきますと、高い水準ほど濃い赤の表示となっていますが、一番濃いのは上から11番目、下から5番目の 5.56% のところ、5410合同製鉄。その次に配当利回りが高いのは上から3番目ですね。配当利回り 5.06% の7537丸分。この2つが 5% 台の配当利回りとなっています。そして決算サプライズのあった5営業日後というところを見ていただきますと、こちらどの銘柄も決算サプライズアルファのところはかなり大きな数字となっていますが、決算5営業日後、つまり1週間経っても伸び続けている企業というのがかなり多く見受けられます。一番下がっている銘柄でも上から4番目の5461中部後半マイナス 5.98% ですけれども、決算サプライズの伸びで 20% 以上上昇していますので、まだ 14% 以上のバッファーがありますね。中には6番目の7762シチズン時計のように、決算サプライズで 17% 伸びた後、5営業日後にかけてさらに 20% 伸びる、通算で実に 40% 弱の上昇になっている銘柄もあります。しかしそれでもこの銘柄、配当利回りは 4% をまだ下回っていないということで、こういった銘柄は非常に有料な銘柄と言えるでしょう。さて一番左側、ランクトピックスの2100ある中で銘柄の大きさの順位を示していますけれども、結構小型の銘柄、1000番を超えるような銘柄が多いのが少し気がかりかもしれません。ご覧いただいている方の中には、長期で保有するためにはもっと有名な大企業、潰れないような企業、大型株というのを一つ安心材料の条件にされている方もいらっしゃるかもしれません。ということで、今度はこちらの表ですね。一番左側のランクを500位以内に絞った場合の決算サプライズが大きかった銘柄ランキングです。配当利回りは同様に 3.5% 以上の条件。大型株に絞ってもですね、決算サプライズが大きかったからといって5営業日後大きく暴落しているような銘柄は全く見受けられません。ほとんどの銘柄で上昇を続けています。そして配当利回りですと、6番目の川崎汽船がダントツの 12%、表示が真っ赤になっていますが、その一つ上、5番目の石油資源開発も 7% 弱の配当利回り、そして下から3番目13位の日本製鉄も配当利回りは 5.8% と、この3銘柄非常に高水準となっています。特に最後に申し上げた日本製鉄は、決算サプライズで 5% 程度の伸びでしたが、5営業日かけてさらに 9.57% 伸びている。瞬間的にサプライズが株価に現れるのではなく、じりじりと上がっていっている状況ですね。それでも今の足元の株価で 5.8% の配当利回りとなっています。こちらのリスト15銘柄は今回の決算が想定以上に良くて
株価サプライズで大きく動いている高配当利回りの銘柄ということで保存していただいて追いかけていっても面白いんではないでしょうか。さて今回の動画は最後の3つ目のステップに進む前にこちらの表でご覧いただきたいのはこの列業種というところですね。最初のステップで業種平均とアナリストの評価平均を比較しましたけれども、大型株のトップ15銘柄をご覧いただいても精密、鉄鋼、電気、化学、工業、海運、金属卸売、ゴム、機械と様々な業種が入り混じって現れています。こちら直近1ヶ月決算が発表された1800の銘柄で業種ごとにデータを平均したときに今後注目していきたい業種というのを最初に置いておいたデータ分析の結果を交えながらご紹介していきたいと思います。ということで今回最後3番目のステップですね。高配当かつ高決算の銘柄とそういった銘柄が集まる業種、どういうふうに探していくかと言いますと、先ほどご覧いただいたこちら、今回決算を発表した銘柄の決算サプライズの大きさを業種平均したものですけれども、こちらのグラフにですね、もう一つデータを付け加えます。赤の点がプロットされていますが、これは何を示しているかと言いますと、1番目のステップでもご紹介した各証券会社のアナリスト評価の平均値となっています。ですので、赤のプロットと青の棒グラフが同じ方向に進んでいれば、アナリストはちゃんと分析ができている一方で、全く逆の上下に出ている場合は、全然分析が当たっていないという業種ですね。ただこのままだと少しというかかなり見にくいので、どちらか片方のデータで並び替えを行いたい。単純に今は33業種を業種番号順に並べているだけですので、並べ替えを行います。赤のプロット、アナリストの平均評価で並べ替えをしますとこちら。そうすると左側に行くほどアナリストの評価が芳しくない業界、右側に行くほどアナリストの評価が良好な業界になっています。そして青の棒グラフは決算のサプライズの大きさですね。冒頭でも申し上げた通り、ゴム、海運という業種は証券会社から見るとワースト2の業界となっていますが、決算サプライズはとても大きく上に出ています。さらに2つ業種をたどって電力ガス倉庫までこの4業種ですね。証券会社のアナリストは業績が芳しくないと評価をしているにもかかわらず、決算のサプライズで大きく上がった銘柄が多い、予想が外れている業種となっています。逆にですね、アナリストの評価が良かったけれども決算のサプライズ、業績が想定以上に悪かった業種というのは右側ですね、青線で囲っている部分、その他製造、情報通信、不動産、金属などが決算が芳しくなかった銘柄が多かったようですね。このままだと証券会社アナリストのネガティブキャンペーンをしているみたいなので、今度はちゃんと業績評価と決算の方向が正しい方向に進んでいる。結果として正しい分析ができている業種というのはこちらの4つが目立ちますね。石油、紙、パルプ、医薬、空運です。このあたりは予想通り芳しくない決算が出ているということで、では個人投資家我々としてどの業種に注目していけばいいか。まずそもそも青線で囲っている部分、アナリストの評価と決算業績反対方向に進んでいるところに関しては、一番冒頭でも申し上げた通り、裏に控えている系列機関投資家、こういったところの都合に合わせた相場付きを狙って何か企んでいる可能性というのもありますけれども、それを逆手にとってですね、このゴム、海運、電力ガス、倉庫といった業種は決算サプライズの伸びの大きさも含めるとかなりの狙い目業種になっているかと思います。逆方向の外し方、右側のアナリストの評価は高いけれども決算は芳しくなかった業種たち、こちらも逆手にとって狙っていけばいいではないかと思われるかもしれませんが、高配当狙いで長期投資をするという今回のもう一つのテーマを鑑みますと、業績が芳しくなくて株価が想定よりも下がっている銘柄が多く集まっているので、こういった業種は業績の改善が見込まれてくる、つまり上昇に反転してくるまではあまり手出しをしたくない、買いから入る高配当狙いという戦略に関しては、右側の青で囲われた業種に関しては今回は適さないわけです。ということで業種ごとに絞って見ていきますと、表としては同じデータなんですけれども、今回は業種を限定しています。一方で配当利回りに関しては、業種を限定するだけで銘柄数かなり絞られますので、利回り水準 3.5% という縛りはつけていません。こちらの表に関しても、決算サプライズのアルファの大きさで並べ替えを行っております。まずゴムという業種、一番決算サプライズが大きかった業種ですけれども、今決算発表したてほやほやで最も話題になっている5101
551横浜ゴムですね。2月17日の決算発表で、その直後大きな株価上昇、13% 以上の上昇、そして5営業日まだ経っていませんけれども足元までさらに 5% の上乗せ、20% 近く株価が上昇して、配当利回りは 2.74% となっています。こちらの銘柄に関しては、配当狙いだと少し配当利回りが下がりすぎているかもしれません。業種全体として5営業日後のところをご覧いただいても、横浜ゴムに限らず、決算の芳しくなかった下の方の銘柄、株価を伸ばしている。こういったところからもゴムの業種は、アナリストが悪い評価をつけている以上に良好な景況なのかもしれません。そういった意味で、配当利回り 6.2% の三つ星ベルトやその一つ上 4.7% の富国といった銘柄も高水準。もう少し配当利回りに目をつむっても大型株で安定感のある方がいいなという方は4番目5108のブリヂストン。配当利回り 3.8%。今回の決算もサプライズが 6% 近くで決算は想定以上に良好だったという評価ですね。そして続いての業種は海運。8銘柄ですけれども配当利回り非常に高い銘柄が多いです。川崎汽船、商船三井、日本郵船の業界トップ3は配当利回りいずれも 12% 以上ということでかなりの高水準。経営環境に関しては海運バブルが落ち込んでいく右肩下がりにはなっていきますが、その右肩下がりのペースが緩やかになるだけでもご覧のように決算のサプライズはいい方向に出る。もしかしたら証券アナリストたちは経営環境の見通しという絶対的な数値しか見てないのかもしれません。海運に関しては他の動画でもしょっちゅう申し上げていますので、今回はそこまで深掘りをせずに3つ目の業種ですね、電力ガス。こちらの業種は15銘柄以上ありますが、決算サプライズの良かったものをピックアップして、そうすると配当利回りご覧いただきますと、一番高いもので 3.95%、上から11番目、下から5番目ですね。西部ガスホールディングスですけれども、これで一番高いということなので、配当利回りの水準としては魅力があまりない銘柄が多いかもしれません。電力ガス業界というのは東京電力というとんでもないマイナスインパクトがいますので、そこがアナリスト評価を引き下げているんでしょうけれども、燃料費や販売価格などの動向、これが一手に業績に直結しますので、今回決算が良かったからといってしばらく経営環境がいいというふうには言えない。そういった意味では他の業種よりも少し優先度が落ちるかなという感じ。あえて言えば西部ガスホールディングスや下から2番目の関西電力よりも配当利回りの水準低いですが、ちょうど真ん中8番目の電源開発 3.7% の配当利回り。これがあえて言えばこの中では最も魅力的に映るでしょうか。そして注目の業種最後4番目は倉庫ですね。こちらも15銘柄以上ありますので、決算サプライズの良好だったもので、上位から15個取ってきています。決算サプライズ良好で配当利回りも高い銘柄、上から2番目の木村ユニティ、決算発表直後に 18% 以上上昇しましたが、配当利回りは依然として 4% を超えている。ただ、一番左ご覧いただいても1700位ということで、かなりの小型株の部類ですので、その他ですと配当利回り 4% を超えている銘柄は、上から5番目の三井倉庫ホールディングス、そして7番目の住友倉庫ですね。それぞれ 4.7% 前後の配当利回りですが、この両銘柄も決算の発表直後というのは、ドカンと大きな割合ではありませんが、株価は上昇の方向に出たということで、マーケットからは評価の高い決算でした。このあたりが今回の動画で注目となる業種、そしてその中で注目の銘柄たちでした。配当狙いで長期保有するので、大型で安定感のある銘柄がいいなという方は、多少配当利回りに目をつむっても、ランクが上位の銘柄、そして決算サプライズのアルファがプラスになっているもの。一方で銘柄の大小は気にせずに配当利回りの高い銘柄を追求したい。そして馬況に合わせて高配当の銘柄を入れ替える余裕のあるという方は配当利回りの列がより赤く高い水準の銘柄、そして決算サプライズが良かった銘柄というのをランク気にせずピックアップしていただければと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。